今日はマシュマロクッキーを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、マシュマロクッキーを作っていきたいと思います。今回はですね、マシュマロを使った簡単なクッキーレシピをご紹介していきます。さらに今回は3種類作っていきたいと思います。作り方自体は混ぜるだけなのですごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにプレーンタイプの材料をご紹介します。材料はこちらです。マシュマロ、グラノーラ、ビスケット、スキムミルク、有塩バター、こちらの材料で作っていきます。まずですね、今回マシュマロベースで作っていくんですが、生地にはですね、バターとあとはスキムミルクを使っていきます。スキムミルクを入れていただくことでコクが出てとても美味しく仕上がります。バターに関しましては有塩バターを使っていただくと程よく塩味が入って甘すぎず食べやすい仕上がりになります。そしてその他に入れるものに関しましては、今回ね、こちらフルーツグラノーラですね。あとは食べっ子動物のこちら、食べっ子水族館ですね。こちらね、チョコが染み込んだビスケットになります。こちらをね、お好みのものを入れていただいて OK です。今回はですね、ちょっとグラノーラのいちごがね、ちょっと少なかったので、こちらトップバリューブランドのものなんですが、こちらフリーズドライのストロベリーですね。こちらをちょっと足してます。こちらはね、お好みでそのまま使っていただいてもいいですし、ちょっとね、今回私はいちごを多めにしたかったので、こちらをね、グラノーラに加えてます。それでは続いて抹茶味の材料をご紹介します。材料はこちらです。マシュマロ、グラノーラ、ビスケット、スキムミルク、有塩バター、抹茶パウダー、こちらの材料で作っていきます。まずビスケットに関しましては、こちら一番ベーシックな食べっ子動物ビスケットですね。こちらを入れていきます。このビスケットもですね、お好みのものを入れていただいて OK です。オレオとかね、そういったものでももちろん大丈夫です。あとはですね、今回抹茶味ということで抹茶パウダーも加えていきたいと思います。続いていちご味の材料をご紹介します。材料はこちらです。マシュマロ、グラノーラ、ビスケット、スキムミルク、有塩バター、いちごパウダー、こちらの材料で作っていきます。まずですね、こちらいちご味に関しましては、このグラノーラを使っていきます。もしかしたらね、新商品かもしれないんですが、いちご尽くしのグラノーラです。こちらがあったので、今回はこれを入れていきたいと思います。あとはですね、食べっ子動物もこちらいちご味の食べっ子動物ビスケットが売ってたので、こちらをね、使っていきたいと思います。こちらはお好みのものを使っていただいて大丈夫です。そしていちごパウダーですね。こちらは富沢商店さんで購入したフリーズドライパウダーストロベリーですね。フリーズドライをパウダー状にしたものを使っていきたいと思います。もしこういったご用意が難しい場合は、食用色素でちょっと色味をつけていただいても大丈夫です。ということで、早速作っていきたいと思います。では早速作っていきます。このマシュマロクッキーなんですが、作り方に結構ポイントがあって、マシュマロをね、加熱しすぎてしまうと固まった時にカチカチになってしまったりするので、それを防ぐ方法などもね、ご紹介しながら作っていきます。それではですね、まず最初にバターを入れてください。そして火にかけます。火にかけたら火加減は弱火です。これでバターを溶かしていきます。弱火でね、じっくり溶かしていきます。このぐらいですね。まだちょっとバターが残ってるぐらいで大丈夫です。マシュマロを加えます。一旦ね、バターを全体になじませます。だんだんね、マシュマロも柔らかくなってきます。これでちょっとマシュマロがね、もうちょっと溶けてくるまで加熱していきます。ポイントは弱火でゆっくりね、溶かしていくことですね。よくね、バターとなじませながらね、溶かしていってください。だんだんね、こんな感じで溶けてきました。もうずーっとね、弱火です。よーくこのようにかき混ぜながらね、混ぜてください。はい。で、半分ぐらい溶けたら火を止めて、これであとは余熱で溶かしていきます。すごいふわふわになる感じですね。これでバターと分離しないようによく混ぜながら溶かしてください。これでまだちょっとね、マシュマロが固まってるぐらいでも大丈夫です。そしたら火を止めた状態でスキムミルクを入れてください。そして素早く混ぜましょう。このね、スキムミルクのつぶつぶがなくなるぐらいですね。このように粉っぽさがなくなるまでよく混ぜます。そうするとね、もう余熱でマシュマロが溶けてくるのでね。
だんだんね硬くはなってくるので素早く混ぜてください。滑らかになったらここに火を止めた状態でグラノーラとあとはビスケットを入れます。これでよく絡めていきましょう。はい、こんな感じです。このように混ぜてください。そしたらクッキングシートを用意してこの上に取り出します。取り出したらですね、ちょっと熱いのでやけどしないようにクッキングシートを利用してしっかり空気をなくすようにですね、このように押さえつけていきます。ぎゅーっとね押さえつけましょう。このぐらい一度まとめたらもう一度蓋をしてあとはね形を整えていきましょう。上から押さえつけます。あとは横ですね、押さえつけます。形はね長方形でも四角形でも丸でも何でも大丈夫です。四角形の方がいいかな。こんな感じで形を整えます。この時ねスケッパーなどあるとねやりやすいと思います。こんな感じでね形を整えます。それではこちらを冷蔵庫で1時間から2時間ほど冷やし固めます。では続いて抹茶味を作ります。抹茶味に関しましては先にスキムミルクとあとは抹茶パウダーを合わせておいてください。まずスキムミルクですね。そして抹茶パウダーです。これをよく混ぜてください。スキムミルクに関しましては先ほどのプレーンタイプよりも抹茶パウダーが入りますので少し減らしてます。抹茶パウダーはこれで OK です。では作ります。まずバターですね。これで火にかけましょう。こちらもまたね弱火です。これで一度バターを溶かします。このぐらい溶けたらマシュマロを加えます。これでマシュマロが溶けるまで加熱していきましょう。ここで中火とかにしないようにだけ注意してください。半分ぐらい溶けたら火を止めてあとは余熱でねマシュマロを溶かしていきます。ここでしっかりね加熱しちゃうと本当にカッチカチになっちゃうのでね注意してください。このぐらいですね。少しマシュマロの塊がまだ残ってるかなっていうタイミングでスキムミルクと抹茶パウダーを入れてください。そしてよく混ぜます。粉が飛び散らないようにだけね注意しながら混ぜてください。これで滑らかになったらグラノーラとあとはビスケットを入れます。これでよく絡めてください。このように絡まれば OK です。そしたらこちらもクッキングシートの上に出しましょう。そしてまたクッキングシートで押さえつけます。ギューッとね押さえつけてください。形をね整えていきます。ある程度整ってきたらこのようにスケッパーなどを使って整えていきます。結構圧をかけてまとめるのがポイントです。はい、 OK です。そうしましたらこちらも冷蔵庫で1時間から2時間ほど冷やし固めます。それでは最後いちご味です。こちらもスキムミルクとあとはいちごパウダーを混ぜておきます。これをよく混ぜましょう。こちらのスキムミルクもプレーンタイプに比べるとちょっと少なめにしてます。このように混ぜてください。ではこちらも同様にまずバターですね。これで火にかけます。火加減は弱火です。これで一度バターをね溶かしていきます。このぐらい溶けたらマシュマロを入れてください。これでマシュマロをね溶かしていきます。半分ぐらい溶けたら火を止めてあとはね余熱で溶かしていきます。ポイントはねこのようにマシュマロがふわふわの状態をキープすることですね。完全に溶けちゃうとねマシュマロがシャバシャバというかねふわっとした感じがだんだんなくなってきてしまうので注意してください。こんな感じでふわふわの状態ですね。今このぐらいですね。まだちょっとマシュマロの塊が残ってるかなというところでスキムミルクを入れてください。これで粉が飛び散らないように混ぜましょう。このねスキムミルクの粒々が結構溶けないとちょっと粉っぽくなるというかね口当たりが悪くなるので滑らかになるまでね混ぜてください。このように滑らかになったらグラノーラとあとはビスケットを入れます。これでよく混ぜてください。これで OK です。そしたらまたこちらをクッキングシートの上に出しましょう。
そしてまとめていきます。まずはキュッとね隙間を埋めるようにまとめます。ある程度まとまったらパカッと倒して、あとはスケッパーなどを使って形を整えていきます。はい、OK です。それではこちらもですね、冷蔵庫で1時間から2時間冷やし固めていきます。はい、冷えました。そしたらですね、クッキングシートを剥がします。この時にクッキングシートがまだね剥がれない時はもう少し冷蔵庫で冷やしてからやってみてください。あとはですね、こちら食べやすい大きさに切っていきます。では切っていきます。はい、断面はこんな感じです。このようにビスケットとあとはグラノーラがたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。はい、では冷やし固まりました。クッキングシートを剥がしていきます。ではこちらも同じように切っていきます。切る時も奥からゆっくり刃を入れて切ってみてください。はい、抹茶はこんな感じです。このように美味しそうに仕上がってます。はい、冷やし固まりました。そしたらこちらも同じようにクッキングシートを剥がします。それでは切っていきます。はい、いちご味はこんな感じです。このようにとてもぎっしりで美味しそうに仕上がってます。はい、これでマシュマロクッキーの完成です。こんな感じに仕上がりました。左からプレーンタイプ、そして真ん中はいちご、そして抹茶味です。このようにビスケットやあとはグラノーラがたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。こちらがスティックタイプで、一口サイズタイプはこんな感じです。お好みの大きさに切って召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずプレーンタイプからいただきたいと思います。手づかみで失礼します。いただきます。マシュマロがでもっちり食感ですごく美味しいです。では続いて抹茶味もいただきます。抹茶もすごく濃厚です。では続いていちご味もいただきます。もういちご味は全ていちごで揃えてるので、いちごの味がすごく濃厚です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のマシュマロクッキーのポイントです。まずですね、今回生地の中にバターとあとはスキムミルクを入れてます。スキムミルクに関しましてはこちらを入れていただくと全体にコクが出て美味しく仕上がるので、ぜひこちらを入れて作ってみてください。作る時の注意点なんですが、こちら注意点をしっかり守らないとカチカチになって飴のようなね仕上がりになってしまいます。なので注意点はしっかり守って作るようにしてください。この注意点に関してなんですが、マシュマロは加熱しすぎると冷めた時に飴状になってしまいます。なので加熱のしすぎには十分に注意してください。作り方はですね、まず最初にバターを溶かしてその後マシュマロを入れます。バターを溶かす時もマシュマロを溶かす時も必ず弱火で加熱してください。そしてその後よく混ぜながら溶かして、まだねマシュマロの塊がちょっと残ってるぐらいで大丈夫です。そのぐらいで火を止めてください。この時にマシュマロがしっかり溶けるまで加熱したり、あとはねスキムミルクを入れた時も加熱しているとカチカチに固まってしまいますので注意していただけたらと思います。あとはですね、火を止めたらスキムミルクを入れて最後のマシュマロを溶かしながら、そしてスキムミルクをよく滑らかになるまで混ぜてください。そしてあとはですね、グラノーラやあとはビスケットを入れてよく絡めます。この入れるものに関しましてはお好みのものを使っていただいて OK です。そしてあとはクッキングシートの上に出してやけどしないようにクッキングシートでまずですねマシュマロクッキーをギュッとして、その後形を整えてください。あとは冷蔵庫で冷やし固めてからお好みの大きさに切ってください。先ほども言いましたが、マシュマロを加熱しすぎてしまうと冷やした時にもうカッチカチでね包丁で切れないのと、あとは食べた時にすごく歯にくっつくので、本当にマシュマロの加熱時間に関しましては注意して作るようにしてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はマシュマロクッキーを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。